Hello everyone、宗藤ちゃんです。本日の動画は冬キャンプ用に作ったロケットストーブヒーターをアップグレードするです。できるだけ詳しく解説していこうと思いますが、質問やこうしてほしい、こうしたらいいんじゃないなどあればコメント欄の方にぜひお願いします。それからいいねボタン、チャンネル登録、通知オンしてもらえるとこれからの励みになります。よろしくお願いします。それでは行ってみよう。巷には焚き火台というかコンロとして使うタイプのロケットストーブはよく見られるので多分ご存知だと思いますが、僕が目指していたのはテントの中で使うヒーターとしてのロケットストーブです。ロケットマスヒーターと呼ばれる屋内で使うタイプのものを参考にしているのですが、使う状況が違うので基本的な理論はフォローしているのですが、大部分は自分なりに試行錯誤して作るわけです。昨年のバージョンは正直なところ性能的にはほとんど役に立たないものでした。もちろんないよりはマシだったんですけれども、反省点は熱量不足、燃焼の不安定さ、デザイン的には高さがありすぎる、足元が不安定など、今回はそれらを改善するようにアップグレードしていきます。まずは新しい燃焼炉を作ります。流し込む型を作っているところを見てもらいながら解説していきましょう。バーントンネルとヒートライザーから構成される J チューブと呼ばれるものです。理論的にはバーントンネルは蓄熱素材、ヒートライザーは断熱素材がいいのですが、キャンプ用なので前のバージョンは持ち運びなどの振動などで壊れてしまったので、今回は一体成形で作ることにしました。両方の役目をこなせるように耐熱セメントとパーライトを混ぜて蓄熱と断熱の中間点を狙ってみることにしました。持ち運びのことを考え、軽さのことも考慮したので、どちらかというと断熱素材寄りになっています。比率的には耐熱セメントミックス1に対してパーライト3で混ぜています。この複雑な形を一体成形するために型を2つのパートに分けて流し込みました。本来セメントの流し込みをする場合は水分量をもっと多くすべきなのですが、途中で角度を変えて流し込むので、これぐらいの方が扱いやすいかと思い、水分を少なめでやっていますが、あまりいい結果にはなっていませんでした。もう少し流し込みやすさを優先すべきだったと思います。次はボディです。改善点はヒーターのトップを平らにしてお鍋などとの接地面を増やすことで熱が伝わりやすいようにします。前のバージョンでは熱量が少ない上に接地面も少ない状態で熱が直接伝わっていかないので、お湯を沸かすのにも1時間近くかかる状態でした。もう一つは足の付け根を変えて安定性の向上とヒーター自体の高さを低くします。テントの中はやはり天井が低いので、できるだけ低くしておきたいのと、
前のバージョンでは足が地面にめり込んでしまって倒れる事故がありました。幸い火がついていなかった時だったので問題はなかったのですが、雪の下の凍った地面が溶けるとぐちゃぐちゃで柔らかくなることにその時初めて気づきました。排気口の内側のエッジの角を落として少しでも排気がスムーズになるように削っています。今回の燃焼炉はサイズが大きいのでそれが入るようにする必要もあります。間口を横に広くして高さも少し高くしました。いざ炉を入れてみたら思っていたよりも微妙に大きくなってしまっていたので角を落とすことでなんとか収まりました。さて、溶接は隣の気の良いアミーゴ、オルメダさんにまたお願いしました。Morning, Omedo. This is my weather. Oh, you like this? Yeah. How are you? Good, good. Good. All right. So you have a new one? No, no, no. Oh, I this- just the upgrade. I changed a little design. Uh-huh. You did? Kill. You did that? Yeah, I did. Nice. Yeah. いつも使っていた溶接機が壊れて修理中とのことで、慣れない新しいマシンでも丁寧にやってくれました。足をつけるのはまっすぐ立つようにからに慎重に。2人とも真剣です。Thank you, All right, my Omedo. buddy. Take care. Yeah, have a nice day. Enjoy. Yeah. Send I me a will. video of how it works. Okay, I will. 試運転を兼ねて火入れをしていきます。かっこいいね、これグラス。It's worth it. $50 you worth it. このガラスはガラスセラミックで700度での継続的な燃焼にも耐えることができるのでこれに決めました。セラミックなんだってこれ。最初は炉自体が湿っているため温度が上がらないのでしばらくそのまま燃焼させます。炉の温度が十分に上がってきたところで上部カバーをつけてみます。早速煙が上がりますがこれはまだ煙突をつけていないので空気がうまく流れずヒートライザーがうまく機能しないんです。煙突として使う蛇腹アルミダクトをつけて先を上に上げてやると空気が流れ始めて吸気し始めます。この煙突も重要な要素なわけです。この煙突から出るのは燃焼がうまくいっている状態ではほとんど湯気だけです。薪から発生したガスは完全に燃焼し尽くされてから出てくるわけです。薪を立てるためと吸気の助けになるかとフィーダーを作ってみました。これは残念ながらあまりうまく機能しませんでした。
仕上げにグリル用のペイントを塗っていきます。燃焼炉の中に収めて隙間をファーネスセメントで埋めて完成です。昨年はテントの中でもダウンを着ていたかみさんもジャケットを脱いだ状態で5万円でした。最後までご視聴ありがとうございました。この動画いいねと思ったらいいねボタン、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。それではまた See you next time! Bye!